あったあった。これか。マモンがルシファーファンへ売りつけるために開発した目覚ましボイスアプリ。ボイス素材を隠し撮りするのが大変だって言ってたけど、ついに完成したのか。おはよう。やっと目が覚めたか？何しに来たって？さっきから電話してるのに全く出ないから、お前のことが気になって様子を見に来たんだ。なるほど。ルシファーがベルフェを起こした時に隠し撮りしたのか。会話の一部を切り取るだけでもちゃんと目覚ましボイスらしくなるもんだな。いい感じじゃん。レビー、何がいい感じなんだ？ルシファー、いつからそこに？お前がニヤニヤしながら D3 を見ているから何かと思ったら。なんだそれは。いや、マモンが。ごめん、もうオタク FM 始まっちゃうから詳しい説明はまた後でするね。そうか、もうオタク FM が始まる時間か。オタク FM アニメ&チルシーズン2。はい、皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の多田聡です。この度アニメオベイミーの新シリーズがスタートし、喜ばしいことにオタク FM も戻ってまいりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミー新シリーズの情報などさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第2回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。久しぶりだが手加減はせんぞ。完全無欠腹黒ド S な最強長男ルシファー役の山下和也です。はい、ありがとうございます。どうも相変わらずのギャップっぷり。ギャップね。いやもうルシファーがさ、もう完全無欠もうこのままなんだけど、それ過ぎるからさ、僕が浮いちゃってね。何を完全無欠の山下和也です。おお、それはないわ。もう欠陥だらけですよ。欠陥だらけなことはないでしょうよ。いやいや、その欠陥を皆さんに埋めてもらってるんです。何を言いますか本当に。シーズン2なんですけども、ショートドラマから入る展開でございましたけど、どうでしたか？いや、いつもにはないなんだろう、この感じたことのない緊張感。どういうことよ。いやいや、いつもはさもうちょっとねリラックスしてやってたんだけれども、これオーディオドラマから入るのって思ったら、もうほらルシファーがこう舞い降りてくるわけだから、そうだね、僕が僕じゃなかったのね。僕が僕じゃなかった。そう当然。もうほら課題はもうレビーになってたじゃん。もちろん。いやあれだね、もうなんか課題暗色というかレビー色満載だったね。どういうこと？レビー色満載。このオープニングのショートドラマが？そう聞いてる人多分わかると思う。わかんない。わかると思う。笑ってた。笑ってた。ね、笑ってたって何？笑ってた。いい意味でね。いい意味で笑ってたの？笑う、まあ笑って楽しんでくれたならまあいいんですけど、まあこういう入り方もね、シーズン2になってちょっとパワーアップした感じで帰ってきましたけども、まあ今回のラジオっていうのはアニメオベイミー新シリーズの第2話ルシファー流キャンプのアフレコ終了後に収録していますと。番組をお聞きの留学生の皆さんはもうご覧になっていただけましたでしょうか？見ていただいてるとは思うんですけども、ルシファー流キャンプ、いかがでした？やっと来たね、ルシファーが主役の回。またそう根に持ってたの何なの？いやだってさ、第1期のアニメの時ルシファー出てたけど、主役っていう回がどこかにあったかなってちょっと見てたのね。いやでもいいところあったじゃない。いやいいところはあったよ。お兄ちゃんもね、お兄ちゃん感も出してたと思うんだけど、今回のこのルシファー流キャンプっていうところは、キャンプっていう失礼しました。キャンプね。完全にルシファーがもうキャンプの主導を握ってね、みんなにあれこれこうやってくれって握り方はすごかったけどね。まあ確かにね、すごかった。キャンプが頭から離れないですけど、僕も離れなかった。なんだ台本もらった時からもう文字とそして歌と頭からずっと離れないし、ルシファーの新たな一面、どうしたルシファーって感じだったな。そう
まあ僕も何回か言ってたんだけど、ゲームとは違うルシファーが出てたじゃん。そうね。褒め言葉と捉えてくださいね。ちょっとポンコツなルシファーが出たじゃん。いやまあでもあれじゃないですか。ルシファーはルシファーで兄弟たちに自分のプロデュースする思うキャンプっていうのを完璧に楽しんでほしいっていう思いからのルシファーのあの行動やったんじゃないですか。まあ確かにそうだと思うんだけどね。まあそこがちょっと行き過ぎちゃった感はね。行き過ぎだよあれは。本当にだって何にもさせなかったわけだからさ。まあね。結局ね。いやおもてなしの心じゃないですか。あ、いいように言った。いやいやいやいいように言ったというかね。ルシファー長男としてそうね。ね兄弟たちがそうじゃないっていうのをね、もう止めれなかったしの思いを。そういうことね。止めれなかった思いと、あとこう兄弟たちを教育するという立場でもあるしね。ルシファー何でもできんねんなでも。そう完全無欠だもん。ああ完全無欠がつながってきました。完璧超人だもん。そりゃですよほんまにルシファーは。羨ましいよね。あ、山さんもじゃあキャンプ行く？行く？キャンプ行って、ルシファー並みにね僕たちを引っ張っていってください。絶対このメンバーを引き連れてまとめることは僕できないです。それあなたが多分一番よくわかるでしょ。いやそんなことないそんなことないよ。あ、そう？俺は何もせえへんからね。ほらほら。いや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 どうせでも行ったら俺とか山さんが頑張って動くことになるよ。まあきっとね。そうなるでしょうね。まあで六男役のあの方あたりが多分そういう雑務的なことはすごいやってくれると思う。あ、器用だもん。あの人。まあそういったところは器用だから、で頼りになると思うから、そうやってくれるんじゃないですか。ですよね。まあでもこのアニメ第2話、ちょっといつもと違ったルシファーが見れるということでね、まだご覧になってない方はぜひ見ていただきたいと思います。ということで始めていきますか。番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは早速紹介していきましょうか。山さん。山さんからじゃあどうぞ。じゃあ僕からいきます。まずお名前なんですが、ミカさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。加田さん、山下さん、こんにちは。こんにちは。いい声。山下さんに質問です。海外リリース2年、日本リリース1年、様々なことがありましたが、ルシファーと過ごした数年間で変わった彼への印象、改めて強く彼に感じたことなどはありますか？またフルボイス収録の感想などもありましたらぜひお聞きしたいですということです。どうですか山さん。いややっぱりね、一番最初は本当にもうド S みが強いだけのお兄ちゃんっていう感じしたんだけれども、すごく兄弟愛にあふれる、陰で支えるお兄ちゃん、そしてもちろん表でも支えるお兄ちゃん、少し憎まれ役になってしまうけれども、みんなを誰よりも思ってるお兄ちゃんっていう風にルシファーは僕の中に変わっていた。なるほど。ド S なだけじゃなくていろんな一面を持っている。そういうことなんです。お兄ちゃんね、完全無欠のド S って言いますけどね、すごい優しいところもあったりしますもんね。そうでしょね。ちょっと照れ隠しみたいなところもありますけどね、いいじゃないですか。そうなんです。フルボイス収録の感想なんかどうです？これね、ほら普段の生活の中で言ったことのないちょっとほら恥ずかしいようなセリフとかあったじゃん。そういうのってイメージ勝負になるから、自分の中でイメージを膨らませてやってみたんだけれども、やっぱり後で聞き直すと恥ずかしいよね。まあでもルシファーですから。ね、かっこよかったですよ。ありがとうございます。素敵でセクシーやったと思いますけど、僕はね。それはもうみんなもセクシーでしたよ。セクシーやったかな。そうです。でもね、フルボイスってなかなか体験したことなかったじゃないですか。アニメはねフルボイスもちろんなんですけども、一人の喋る分量がやっぱりすごい。いつも以上に多いなっていうのは思いましたけど、その多いからこそなんやろ、一つ一つの感情の続き連続っていうのがたくさんあってやりがいはありましたよね。あったね。やりがいがめちゃくちゃあった。いい経験になったよ。いい経験になった。楽しかったしね。
で、続いてはじゃあ片やいきますか。はい、お名前インディさんからいただきました。はい、片さん、山下さん、こんにちは。はい、こんにちは。他のキャラクターと一緒にユニットソングを歌えるとしたら誰を選びますか？これからもずっと応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね、AX でね発表がありまして、そうですね。皆さんからもちょっとね、アドバイスくださいっていう感じでね、言わせていただいてますけども、ユニットソングですよ。いやー、来ましたか。ね、以前もね、あれ歌いましたけども、だったね。さあ、もうユニットソング、歌えるとしたら誰にしますか？僕らはちょっとね、希望じゃないですけども、ちょっとせっかく質問が来たやからちょっと言わせていただきましょうよ。ね、あくまでもね、個人のね。そうですよ。ルシファーはサタンと歌いました。はい。でレビーはマモンとアスモと。そうだよね。3人だったよね。はあ。本当はあだよね。これ難しいな。こういう言い方したらあれかもしれへんけど、俺オタク FM ミニやってたじゃないですか。やってたね。ソロモンさーって思ってたけど、今回は兄弟ということなので、そうね、俺ベルフェ。ベルフェ。ベルフェ。なんで？歌う前から。そういう理由ね。引っ張ってってくれや。それずるいな。ベルフェを引っ張ってってくれや。だって俺アスモちゃんとやったから、レビはアスモちゃんと歌ったからベルフェかな。ベルフェかな。でもそれはいい曲になりそうだな。抱き枕あげてるし、ほんまに思ってる？思ってるよ。僕はみんなの歌大好きだもん。俺も好きよ。でしょ。僕はとか言うのやめてよ。俺も好き。じゃあ山さんは？僕ね、ベール。ベール。同じ低音ボイスなので、一回低音で歌を作ってもらって攻めてみるのはどうなのかなっていう楽しみがある。でもサタンも低音じゃない？あいつも。そうなんだけど、サタンね、ところどころね、高く綺麗な声出すんだよね。あれにはさ、勝てないからさ。勝ち負けじゃないよ。なんだけどね、やっぱルシファーはそういうところもちょっと気になるからさ。なるほど。っていう組み合わせかな。レビー・ベルフェ、ルシファー・ベール。そう。皆さんの頭の中にはその発想というか想像はあったんですかね？あるかもしれないけどね。でもね、完全に僕らあれですけど、キャラとの関係性で喋ってないよね。そうだね。完全に歌が上手いとか低音ボイスつながりとか完全に僕たち目線で、僕たちの歌唱力目線での話をしてますよね。僕も山さんもね、決して歌が自信があるという二人ではないから、そういった目で見ちゃいましたけど、皆さんは皆さんでね、自分たちのこんな感じがいいんじゃないかなみたいなアドバイスをね、送っていただければと思いますけども。思います。と思います。このコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook など各 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上、テルミーでした。ウィスパーミー。いい声。こちらは留学生の皆さんにオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言セリフを考えていただき送ってもらうコーナーです。それでは山さん、早速紹介していきますか。じゃあ行きましょう。難しいですよ。どうぞ。たくさん来ましたけれども、まずこの方です。マオンさんかな。アルファベットで MAON、マオンさんです。ルシファーボイスの英語が聞きたいです。よく海外ファンの皆さんが、兄弟たちが英語で喋ってる声が聞きたいと言っていましたから。なるほど。グッドナイトとかラブユーとか簡単な言葉でいいですから、どうかということでございます。どうか。じゃあこれをね、打ち合わせの時にプロデューサーにちょっとお話ししたら、じゃあこんなんどうですかということでいただきましたので、なるほど。これをちょっと言いたいなと思います。どうぞ。Good night, my darling。いいんじゃないですか。こんな感じです。いや、何よ、そんな。いやなかなかほら英語って喋ることなかったからさ。どうかなっていうのでドキドキしたわけ。ドキドキしました。なるほどですね。じゃあ私いきますか。行きましょう。じゃあこちら、お名前ガブさんからいただきました。海外の方ですかね。レビにいろんな言い方で
バカを言ってほしい、ただそれだけ。シンプルですね。だね。いろんな言い方でバカ。そう、これ引き出しが問われるよ。じゃあ行きますか。行きましょう。はい。3、2、1。バカ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 。これ何個いく？でもこれ止められないなと思ってさ何個いく？ずっと放置しといたけど。いや横で言うよのはわかるけどもういいよっていうツッコミを入れてほしかったぐらいなんですけども。いやでも聞いてる人はご褒美だからさ。ご褒美なのかな。いやもうこれはだからできる限り聞いてほしかったんです。ありがとうございます。止めてよって思いながら横見てたけど指折られてたから。止めません。あそうですか。はい。じゃあ山さん。はい。こんぐらいでいいかな。ガブさんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ山さん行きましょう。はい。じゃあ続いていきます。お名前ライさんです。アルファベットで RHYE ライさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。新学期が始まるのでルシファーに実感がなくてもお前は進歩しているとか、いずれ全ての課題が終わるから一歩ずつ進めとか背中を押してもらいたいです。ありがとうございますということです。ね、確かに演者をやるからには皆さんに幸せになってもらいたいですからね。もちろん。はい。じゃあ早速いきますね。はい。実感がなくてもお前は進歩している。いずれ全ての課題が終わるから一歩ずつ進め。はい、ありがとうございます。ちょっとでも皆さんのね背中押せたらいいかなと思ってます。元気出た？元気だから。出たでしょう。はいはい、じゃあ行きますか。行きましょう。続いて私どんどん行きましょう。はいはい。お名前源さんからいただきました。はい。こちらも海外の方ですかね。はいはい。では行きます。はい。3、2、1。ねえ、言っときたいんだけど、お前本当に綺麗だよ。そんな顔すんなよ。ただ気持ちを伝えたかっただけだし。はい、ありがとうございます。レビー好きにはたまらんよ。レビがね綺麗だよっていうのってなかなかないと思うんですよね。新鮮だよね。なかなかないなって感じがして新鮮でしたけども。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだいけるよ山さん。はい。じゃあ、お名前なんですが、ここ豆さんでいいのかな、アルファベットで CCO 漢字で、豆と書いてます。ありがとうございます。はい、よしよしいい子だ悪い子だな君は、いけない子だなどうなっても知らないぞを MC に向けてルシファーの声で聞きたいです。なるほど、セクシーですね。行きましょう。じゃあ行きましょう。参ります。よしよしいい子だ悪い子だな君は、いけない子だなどうなっても知らないぞ。はいじゃーい。いやいいですね。お役に立てたでしょうか。お役に立てたでしょうかって山さんが終わった後手をねこうするんですよ。するよするよ。こうするの可愛い。いやこうするってどうするかわからんな皆さんな。そうだよね。なんていうんですか中指と薬指をこう手の狐みたいなね形にしてパパパパって口をパク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 ってさせるのを終わった途端にフーって言いながらやるんですよ。ありがとうございます。これが山さん可愛くてはいということではい、それでは今回の優秀賞決定したいと思います。はい。山さんどれにしましょう。優秀賞なんですけれども、ですね、お名前ライさんのメッセージを選ばせていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあライさんのメッセージをもう一回ちょっと読んであげてください。わかりました。参ります。優秀作品です。はい。実感がなくてもお前は進歩している。いずれ全ての課題が終わるから一歩ずつ進め。はい、おめでとうございます。やってますやってますやってますけど山さんこれはどうして選ばれたんですか。やっぱりねちょっとさっきも言ったんだけれども、演者になるって決めた時に、やっぱりその演技でとかキャラクターで人を幸せにしたいっていう気持ちがあったんですね。素敵ですね。でそれがここでこうやってメッセージをもらえて、また、文面からもそういうご希望だったので、じゃあせめて、僕がここにいる間ちょっとでもお役に立てたらなと思って選ばせていただきました。いいじゃないですか。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。優秀賞に選ばれた一言ゼリフは、後日ゲームのホーム画面でキャラクターが喋るボイスとして実装されるかもしれませんので、ぜひお楽しみに。ということで、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミー登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ウィスパーミーをつけて投稿してください。ウィスパーミーの綴りはアルファベットで WHISPERME です。以上、ウィスパーミーでした。はい、ということで、それではここで一曲お聴きいただきましょう。山さん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。ルシファーでアルカディア。を整え、いつもの場所へ夢にさせに行くから待ってなよレイディ。あんなやつより俺とどうですか。君を華やかな色に染めていく。すべてオーライ、嘘じゃない。の周りのようにじわじわ追い詰める。もう邪魔者は容赦しない。時計をできたのにまだ平行さ。君の一番になりたいけど、多分そんなに深くは愛せない。きっとこの中で一人選ぶなら、もう戻れない、もう戻れない。夢の中で君を虜に、今はただそれ以上のことはない。奥までも深く深くはまったらもう抜け出せない。岩を飛び越え、まだ見ぬ場所へ。夢のままなんかじゃ終われないよレディ。あんなやつより俺とどうですか。君のあでやかな色に惚れてゆく。すべてオーライ、嘘じゃない。怖がらないで俺だけ見てて。もう誘惑じゃ見出せない。誰も知らない君だけ欲しい。君の一部になりたいけど、多分そんなわがままは叶わない。きっとこんな欲望に溺れたらもう戻れない、もう戻れない。闇の中で君は光る。今はただそれだけが頼りなんだ。どこまでも深く深くはまったらもう逃げ出せない。俺だけの君を追いかけて。夢の中で君をたどる。今はただそれだけしかできないよ。止まらない思い馳せる。真実はもう動かせない。近々新しいイベントが始まるようだ。今日はその情報を特別に教えてやろう。まずはナイトプールでエキゾチックな夜を楽しむナイトメア
極夜のナイトプールフィーバーだ。俺とルークのカードにはスキルアニメーションがつくから期待しているといい。それから抜き打ちテストは豪華客船のお仕事。これはその名の通り豪華客船でバイトすることになるようだ。マーモンは避難訓練を主導するらしいが、あいつに避難誘導なんてできるのか疑問だな。天使の祝福も開催されるらしいから見逃さないように。また帰ってきた即興嘆きの館劇場。こちらはオベイミーゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作しまして、ゲストの山下さんと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい、前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイディアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回は山さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけです。はい、これ前回キャスト陣って書いてあったんですよね。そうだよね。これゲストになんか関わってるんですよね。ちょっとゲストのねリクエストを元に作られたって。なるほど。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ガラスの向こうで笑ってます。山さんの要望を踏まえて作成されたわけなんですけども、仕上がりはどうですか？いやすごいね。お、すごい。依頼いただいた時にもう本当に箇条書きでこれとこれとこれだけお願いしますみたいな感じでお渡ししたんですよ。そしたらいやーなんだもうほっこりするようなストーリー描いてくれました。あ、なるほど。なるほど。箇条書きで。もう本当箇条書き。そのこだわりっていうのはじゃあまた後ほどね伺いたいと思いますけども、じゃあ行きますか。行きましょうか早速。はい。ではタイトルは2人で言いましょうね。はい。それでは早速即興劇を始めていきましょう。今回のタイトルはこちら。ルシファーと工場見学。それにしてもまさかレビーが工場見学に付き合いたいとはな。ルシファーが定期的に見学している工場があるって聞いて、もしかしたら楽しいのかなって。そうか、工場見学に興味を持つ兄弟が現れたか。で、どうだ、楽しいか？来てよかったよ、最高。でもさ、ルシファーが同じ工場に何度も行くって聞いた時びっくりしたよ。工場見学って1回行けばいいもんだと思ってたから。お前だって同じアニメを何回も見るだろ。そう言われるとそうだけど。一緒だ。へえ、そうなんだ。どうやって楽しんでるわけ？例えば大量に同じものがどんどん作られていくのが気持ちいいとか？初めはそれもあったが今は違う。小さな変化を見つけて楽しんでいる。小さな変化？例えばここは魔界で有名なベーカリー工場で、今レビーが言ったように同じサイズで同じ形のパンが次々と作られているだろう。揃ってて気持ちがいいよね。だが通っているとそれぞれのパンが全く違うことに気がついてくる。そうなの？綺麗に揃ってて全く同じに見えるけど。いや、同時に作られているパンも普通では気がつかない個体差がある。日が違ったりするとかなり状態の違うパンが出来上がっている。そうなの？ああ、その日の湿度や気温に影響を強く受けるからな。例えばあそこにいるベテラン従業員はその小さな違いに気がついて 0.01 度のレベルで温度調節や機械の流れるスピードを修正している。毎日同じ状態のパンが完成するように戦っているんだ。見学だけでそこに気がついちゃうのってさすがルシファーだね。お前はさっき工場見学は1回行けばいいと言ったが、パン一つとっても全く同じパンはない。その違いが楽しいんだ。まあこれは昔からやっていたことだな。やってたってどういうこと？
世話の延長でお前たち兄弟の小さな変化に注視していたら、いつからか発見することに喜びを感じるようになった。そうだな、今朝の話で言えばベールが食卓にいただろう。何か変化に気づかなかったか？普段のベールだったけど。パンにつけるジャムがほんの少しいつもより多かった。そうなの？なあ、おそらく昨日甘いものを食べた影響でいつもの量じゃ物足りなかったんだろう。確かに夜中に角砂糖のチョコレートがけをドカ食いしてた。じゃあ今朝のマモンはどうだった？いつも通りだった気がするな。今日あいつはわざわざ古臭い服を出してきていた。そうだっけ？きっと誰かに金を借りに行くつもりだ。どうせ俺にいじめられている哀れな弟を演じるつもりなんだろう。すごい洞察力。そんな感じで日々お前たちの小さな変化を読み取って楽しんでいる。ベルフェは寝癖の位置でその日の機嫌がなんとなくわかる。サタンはいたずらを仕掛けてくる時だけ目を合わせる時間が長い。アスモの場合は兄弟に塗るマニキュアの色彩に体調が出たりする。そうなんだ。ルシファーが殿下やバルバトスと話が合うのわかる気がする。何のことだ？いや、こっちの話。ただここ最近はお前らの個性も癖も変化が分かりやすく出過ぎていてな。難易度を求めていた時に工場見学に出会ったんだ。特に機械化が進んだ工場は小さな変化が見つかりにくく、発見した時の喜びが大きいんだ。だから工場に来ると何十時間でも見ていられるぞ。何十時間も？これからだが今日はこれくらいにしておこう。もういいの？ああ、お前が本当は1ミリも興味がない工場見学を一緒に楽しんでいるふりをしているのは見ていられないからな。バレてたんだ。レビー、お前が本当に楽しんでる時は顔を赤くして瞳孔が開くからな。お前の変化は兄弟の中でも一番わかりやすくて簡単だ。なんか恥ずかしいな。それじゃカフェテリアに向かうか？今日からなんだろう。ここのパンと花瑠璃の限定コラボコースターが出るの。知ってたの？一般発売は明日からなんだけど、ここのカフェテリアだけ1日早く買えるの。ごめん。なんだ？今ルシファー、こいつ可愛いなって思ったでしょ。どうしてだ？殿下から聞いたんだ。ルシファーは兄弟が可愛いと思った時、左眉がほんの少し上がるんだって。そんなはずはないだろう。自分だって分かりやすいじゃん。ほら行くよ。やれやれ。よし、たくさん食べて全種コンプリートに貢献してやろう。行こう行こう。さあお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？ねえ。いやほっこりエピソードよね。そうですよ。今までね、オタク FM でこれやる時ってさ、かなりこう笑いが占める部分って多かったじゃん。確かにね。でも今回は多分気を使ってくれたんだと思うんだけれども、少し温かいお兄ちゃんを演じさせてくれました。んだけども、いやほっこりエピソード、なんか嘆きの館劇場始まって以来一番のなんかほっこりした感じやったんじゃないですか。ですよね。なんか身構えてたんですけど、今日は今日であれなんかね
早口なかったし。なかったね。いやなんかすごいほっこりした感じがしてよかったですけど、山さんのこのこだわりというか、その箇条書きにしたというねリクエストはどんな感じだったんです？まずね、ルシファーが工場見学ってアニメで言ってたじゃん。あ、そうね。だから、そこのやっぱり中身を知りたかったんですよね。本当に工場見学行く時ってどういう風にするんだろうっていうのと、あともう一つね、兄弟の名前は全員入れてほしいって言ったの。やっぱり弟思いのお兄ちゃんなので、何やってる時でも弟のことを考えてるんじゃないかなって思うんだよね。だから工場見学も今結果論にはなるんだけれども、あれやってる時はなんかこうベールみたいだなとか、あれはなんかこうアスモのようだなとか、そういうのを考えながら工場見学に集中してるんだけど、弟たちのことを考えながら楽しんでるんじゃないかなっていうのがあって、この2つはねちょっと譲れなかったんです。譲れないところやったんや。そうなんです。はあ、なるほどね。それをちゃんとこうやって反映しているストーリーに仕上げていただいたわけですね。そうなんです。ありがたいね。ただね、結果的にすごくほっこりストーリーで嬉しいんだけれども、笑いのバージョンもちょっと見たかったなっていう感じはするんです。なるほど、なるほど、なるほど。贅沢やな。そう贅沢で求めるならば100求め120求めます。ほっこりもいいけど、そこにちょっと笑いのエッセンスも追加してこいよ。来いよじゃない、来いよじゃない、来いじゃない。そんな偉そうなことは言いません。追加してこいよ、てめえって感じだったんですか。僕はそんなこと言いません。言いません。いやね、でも素晴らしいストーリーやったんじゃないですか。はい、そう思ってもらえればね、嬉しいです。僕はちょっとすごいほっこりしてね、良かったと思います。ありがとうございます。楽しかったでございます。はい、ということでね、次回はどんなエピソードが飛んでくるんでしょうか。ということで、以上、また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。山さんいかがでしたでしょうか。いやー本当に楽しいよね。テンションがえらいことになってますけど、どうした？いや本当にさ、毎回同じことを言ってるかもしんないけど、あっという間の時間なんだよね。楽しい時間はあっという間と言いますからね。本当になんだろうな、集中して演じる時もあれば、ちょっとこうフリーに肩の力をね抜いてねリラックスして喋る時もあるっていうこの緩急がさ、自分自身をなんていうか成長させてくれるなってすごい思う。この場ってすごい大切。成長物語やったんですか、山さんの。もう本当にね、一緒にこのオタク FM と、もちろん課題はそうなんだけれども、僕らも育たせてもらってるというか、育ててもらってる。いいこと言いますね、ほんま相変わらず山さんは。いやでも本当に本心です、これ本当。ありがたい。そんなに成長の場なのかな、ここって。いや本当よ、これ自由に場を荒らして帰っていく人だっておるんやで、中にはね。中にはね。山さんはでもここが自分も成長できる場やと捉えてるわけですね。はい、その通りです。いろんな捉え方があるんですね、このオタク FM って。そう、これが個性なんだろうね。なるほど。ここに来る時にも兄弟であったり、サイドキャラであったり、それぞれの皆さんの個性が爆発する場所と、そういう方です。いうことで、じゃあその個性の爆発を僕は常に受け続けるんですね。ごめんね。もうほんまにボロボロになってるかもしれないです終わった後。そして次回のオタク FM ですが、バルバトス役の原田正幸さんが遊びに来てくれます。ほー、原田くん来る。原田さんがいらっしゃいます。いや彼とはね、もう本当に今の事務所に入った当初ぐらいからの付き合いなんだけれども。じゃあ本当にこう言っちゃないやけど、古い仲というか、そう昔からの仲なんですね。そうなんです。そのなんだろうな、お仕事でねご一緒させてもらうっていうことがちょこちょこあった縁で、お話もさせてもらってたんだけども、皆さん分かってるように、かなり個性的な方と、甘いボイスはさ、勝てないよ。山さんが勝てないって言います？甘いボイスしてるよ。系統違うもん。系統が違う。自分とは系統が違う。そう。でも原田さんも個性的よね。本当に個性的よね。そうでしょ。ミニでちょっとお話しさせてもらいましたけども、感じだと思う。でもミニであれぐらいの個性を出してくるんやったら、
アニメ&チルシーズン2ではどんな感じになるんでしょうね。知らないです。知らないですじゃないですよ。はい。情報収集したいと思います。お願いします。はい、楽しみですけども、ちなみに次回のアニメ第3話、ついにこの日が花ルリタン上映会。タイトルこちらですよ。タイトルからもお察しの通り、レビアタン歓喜の花ルリタン会となっております。ありがとうございます。はい、ついにこの日がっていう話なんですけど、花ルリタン上映会って書いてるじゃないですか。そうだね。花ルリタン、花ルリタン、これどうすんのかな。どうするってどういうことよ。声上映会ってことは花ルリタン流れんやろ。本当だね。声どうすんやろな。前回は前回の時はシーズン1ではレビがねコスプレしてて、花ルリタンの声をちょっとねレビアタンがなんか真似たりなんかしてましたけども、果たしてさ、演者の中にはさ器用な人いっぱいいるじゃん。誰がやるの。希望言っていい？希望は聞きましょう。ヤグちゃん。却下。知らん。恭平さんがやるなら俺がやる。言いましたね。言いましたね。この人測ったな。いややられたわほんま。いやでもどうなるか分かりませんけどね、上映会っていう形でそれを見てる兄弟たち、サイドキャラクターたちがいるのか、果たしてどんなところで上映されてるのか気になる。楽しみですけどね。ついにこの日がですから、いやどんな話になるんでしょうか。待ちに待った日、皆さんも予想していただきたいと思います。はいということであっという間の時間でしたけれども、山さん最後に一言どうぞ。一言。いや本当に、今回もまずカダヤンと、そしてスタッフの皆さんと、そして、メッセージをくださった皆さん、さらには聞いてくださった皆さん、応援してくださってる皆さん、たくさんの方に、支えられてここまでやってきました。これからも、終わることなく突き進んでいきますので、どうぞ皆さん、兄弟たち、そして、キャラクターたち全員に応援をより一層お願いいたします。最終回か。最終回が第2回やね。続くよ。全てをまとめたようなコメントしやがってほんま。だって一言って言うからさ。一言じゃなかったし。ごめんね。ということで、オタク FM アニメ&チルシーズン2、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とルシファー役の山下和也でした。バイバーイ。2人ともさ空気読む方やからさ終わり際を2人とも測り合って永遠に終わらんみたいなやめよう。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。